皆さん、こんにちは。グレイスカウンセリング心理カウンセラーの金尾美穂です。いかがお過ごしでしたか？最近こんな記事を読みました。コロナでリモートワークになったことをきっかけに、都内のマンションを引き払って、窓から大きな山が見える家に引っ越したというんです。山を見ながら仕事なんて憧れますね。コロナ禍で今まで当たり前だった生活が随分変わってしまったという方もいらっしゃるかもしれません。大きな問題が起こるとき、私たちの人生は揺らされますよね。でもそれは必ずしも悪いことじゃないのかもしれません。皆さんは心理学の生みの親と言われたアブラハム・マズローをご存知ですか？今日はマズローの欲求5段階説からコロナ禍の不安をむしろ充実した人生のきっかけに変える秘訣をご一緒に考えてみたいと思います。マズローの欲求5段階というのは充実した人生を送るために必要な5つのステージをピラミッド状にしたものです。人生に共通する心理で一つの欲求が満たされると自然と次のステージに進みます。マズローの欲求ピラミッドの一番下にあるステージ、それは食欲や睡眠欲などの生理的な欲求です。動物だったらこのステージが満たされるだけで一生幸せでいることができます。でも人間はこのステージが満たされると自然と次の段階に進んでいくんです。第2ステージは安全欲求です。誰でも安全なところで安心して暮らしたいと思いますよね。でもよく考えてみると人生はもともと不安定なものです。これさえあればという安定した仕事だったりお金でもよく考えればそこまで安心とは言えないかもしれないのが今の時代ですね。もちろんそういうものは大切なものですが、時代が変わっても変わらないものを自分の心の拠り所にしたら振り回されずに済むことができます。第3ステージは社会的欲求。私が言い換えるならつながり欲求と言いましょうか。入社がせっかく決まって意気揚々と一人暮らしを始めたのに、いきなりリモートワークでもうずっと人と会ってないという新入社員の話を聞きました。一人暮らしのご高齢の方も似たような状況かもしれません。人と接する機会が極端に少ないとつながり欲求が満たされません。働いて食べて寝てまた働くという毎日に自分が何のために生きてるのかという意味を見失ってしまうことすらあるかもしれません。海外では職場とプライベートがはっきり分かれていて、長年一緒に働く同僚でも相手が結婚しているのかすら知らないということも多いようです。私たち日本人は主な人間関係を仕事や学校の中で培ってきました。それは煩わしく感じることもあっても、今までつながりがないことに困ることはなかったかもしれません。でもこれからは自分がどんな人とどんな時間を過ごしたいかを積極的に選ぶことが充実した人生の秘訣じゃないでしょうか。第4ステージは承認欲求、つまり人に認められたいと誰でも持っている欲求です。以前に比べて多くの人がこの第4ステージにいるために自分をもっと認めてほしいという承認欲求が高くなっていて、そのことが流行だったり考え方が多様化している一つの理由かもしれません。誰にも認めてもらえないという状態が続くと、私たちは無力感や劣等感を感じるようになります。第
第4ステージは最初は尊敬されたい、注目を浴びたい、名声を得たいなど人から認められたいという欲求で始まります。でも徐々にそこから人の評価ではなく自分自身の評価へと変わっていくんです。自分がやっていることに自分で意味を見出して評価するという高次のステージに上がっていくと、たとえ人が評価しなくとも人生に充実感を感じるようになります。そしていよいよ第5ステージ、自己実現欲求です。自己実現欲求のステージでは、評価されるということ以上に自分らしく生きる、自分の能力を開花してあるべき姿を生きたいというふうに感じるようになります。晩年マズローはこの第5ステージに加えて第6ステージの自己超越欲求を加えました。このステージの人たちは自分の利害を超えてより良い世の中や他の人の幸せを創造しようとする人たちです。自分の命が何のためにあるのか、何のために自分が生まれてきたのかを理解していて、その使命を生きることに全力を尽くす人たちなんです。こういう人によって今まで世の中はより良くなってきたんですね。さあ、皆さんの今はどのステージでしょうか？不安を感じるときは、あなたの人生がこれからより良くなっていくための大切な時期です。悩みはあなたと家族がもっともっと幸せになるための贈り物。大丈夫。あなたにもできます。ではまた。